はようございます。パティシエール、今日のおやつです。今日のおやつはブッシュドノエルです。クリスマスが近くなってきましたね。まだ2週間ぐらいあるよっていう感じかもしれないんですが、もう私はワクワクでいっぱいです。お店みたいな素敵なロールケーキができるので、ぜひ作ってみてください。まずはココアと粉ですね。これは必ず直前に2回振るってください。ココアは結構ダマになるので、しっかり振ってよく混ぜておきましょう。ちょっとめんどくさいかもしれないんですけど、とっても大事なことです。で、生地を作っていきますね。今回は全卵を使ったタイプですね。友立てっていう方の生地を作っていきます。こっちの方が失敗しにくいですね。卵を割って砂糖を加えてよく混ぜていきます。ここはダマになったりすることがあるので、しっかりよく混ぜてください。ちょっとね、チョコレートの生地ってだけで作るのが結構難しくなります。心してかかりましょう。でもすごく美味しいのでやってみてほしいです。よく溶けたら湯煎にかけて温めていきます。こんな感じで最初はドゥルドゥルっとした感じなんですけど、温めるとちょっとシャバシャバになっていきます。ここはできれば温度計で測ってほしいですね。30度から35度ぐらいの温度に上げていきます。40度とかになってしまうと、後で泡立てる時に早く泡立ちすぎて泡が弱くなっちゃうので、ちょっと低めに温めます。もう赤外線タイプの温度計かなり便利なので使ってみてくださいね。湯煎から卵を外したらバターと牛乳を代わりに乗せておきます。そして全卵を泡立てていきましょう。ハンドミキサーの中速から高速ぐらいですね。新しいハンドミキサーはかなりスピードが速いので中速で混ぜてます。お家のものによると思うんですけど、早く泡立ってしまうとちょっと弱い、脆い感じの泡になっちゃうんですね。なので、中速とかでちょっと時間をかけてでも、しっかりと強い泡を作っていきましょう。ココアを入れると泡がどんどん潰れちゃうんですよ。なので、今回はちょっとしっかりめに泡立てていきます。ねっとりした感じですね。そのために砂糖も結構多めに入ってます。ある程度泡立ってきたら、ハンドミキサーもぐるぐる動かしてしっかりと泡立てていきましょう。だいぶ泡立ってきましたね。途中でちょっとチェックします。白っぽくなってきたらですね。でもこれだとまだまだです。今この生地を見ていると、ちょっと経つとすぐに線がなくなってしまいますね。もう少し泡立てていきましょう。しっかり泡立つとこんな感じです。ハンドミキサーの線もなかなか消えないですし、こう持ち上げると8の字が書けるっていう感じですね。リボンが書けるっていう状態になります。で、この書いたリボンがそんなに中にすぐに沈んでいかない、ちゃんと積もっていくような感じですね。重なってるような感じになってると思います。こうなったら OK です。今度はハンドミキサーの低速でぐるぐる回してしまうとまた泡だらけになってしまうので、ゆっくりですね、ボールを回しながら大きな泡を消していきましょう。キメを整えていきます。綺麗な泡になっていくようにしてくださいね。お尻のところから綺麗な泡がどんどん出てきます。大きい泡が消えていきますね。これも必ず数分やって全体が綺麗になるようにしてください。で、ここでちょっと生地の状態をまたチェックしていきましょう。さっきと比べると泡も全然なくなりましたね。この見極めがかなり重要なので、しっかりと覚えておきましょう。できたら粉を混ぜていきます。まずは周りに飛び散ってる卵ですね。それを真ん中に集めて、ココアの粉は一気に入れていきます。これちょっと2回とか3回に分けて入れると、ココアがちょっと水分をいっぱい吸ってダマダマになっちゃうんですね。なので、一気に入れて手早く混ぜていきます。ちょっと急いでくださいね。もし誰か隣で入れてくれる人がいたら入れてもらいながらやっても OK です。ゆっくり混ぜるとダメなので手早くですね。右手でしっかりこの下からすくい上げるように。で、左手でボールを回して。これはちょっと苦手だよっていう方は練習してからやってみてください。ある程度混ざってきたら周りに飛び散った粉も入れてよく混ぜていきます。で、少しツヤが出るまでですね、混ぜていきましょう。
でココアの生地はココアが入っているだけでかなり泡が潰れやすくなっているので、混ぜすぎに十分注意してください。少しツヤが出るぐらいまでで OK です。こんな感じですね。さっきよりちょっと流動性が出て少しツヤが出るぐらいまでで OK です。そしたら牛乳とバターですね。ここに1すくいか2すくいぐらいですね、生地を入れてよく混ぜて戻していきます。で、これいきなりドーンって入れてしまうと混ぜるのちょっと難しくなるので溶いていきましょう。よく混ぜたら、真ん中にドーンと落ちてしまわないようにゴムベラで受けながら入れていきます。そしてここは極力混ぜる回数少なくですね、どんどん泡死んでいくので気をつけてください。で、こう流してみると、ちょっと経つと線が消えるような感じですね。こうなったら OK です。型に流していきましょう。クッキングシートを敷いた型に流していきます。これは、ちょっと上の方から流しすぎると生地が悪くなってしまうので、ちょっとギリギリの近いところですね。流してあげて、で手早くですね、ココアが入っているとどんどん泡が潰れていってしまうので、とにかく手早く作業していきましょう。何度も先に準備しておくのがいいですね。型とかも先に準備しておきましょう。忘れてると結構焦ります。あとオーブンの温度ですね。上げるの忘れてると結構焦ります。気をつけておきましょう。できたら四隅に広げて、それを伸ばしていきます。まずは四隅に入れていくことで生地がちゃんと端まで入っていきます。できたらカードを左から右に左から右にっていう風にしながら型を回していきます。奥の方とかを無理やり手で伸ばそうとすると難しいので、手では同じ動きですね。手前のところを左から右にっていうのを繰り返して、で型を回すようにしながら伸ばしていきます。で最後に真ん中を整えて、バンと1回打ち付けて大きな泡を消したら OK です。予熱したオーブンで焼いていきましょう。こんな感じですね。一回スポンジっていうのはしっかりふかふかになって、その後に少し焼き締まって縮まります。そうなったら焼き上がりの合図です。真ん中を押してみるとしっかりと弾力があります。こうなっていたらすぐに鉄板から外して側面の紙だけ剥がしておきましょう。そうすることで焼き縮みを防ぐことができます。このまま粗熱が取れたらラップで包んでカサカサにならないようにしておきます。その間にバタークリームを用意しましょう。これは前回作ったものですね。かなり美味しくできました。今回はこのバタークリームをチョコ味にしていきます。でしっかりと常温に戻すとこんな感じで柔らかいです。冷蔵庫に入れていた場合は、だいたい20秒とかですね、レンジでチンしていきますが、レンジでチンするとすぐ溶けてしまったりするので気をつけてください。そしてココアにお湯を入れて伸ばしていきます。ダマがないようによく混ぜておきましょう。もしダマが気になる場合はこしてあげてください。このような感じですね。滑らかな状態になりました。お使いのココアによってちょっと入れる量が違うかもしれないので調節してみてください。
できたら先ほどのバタークリームに入れていきます。この時温度確認してくださいね。絶対ココアが熱くないようにしてください。そしてよく混ぜていきます。こんな感じですね。簡単にチョコクリームになりました。本当はチョコレートとかカカオマス使っていくともっと美味しいんですけど、扱いがすごい難しいので、今回はココアでやっています。そしてロールケーキの生地ですね。これを剥がして紙の上に乗せておきましょう。今回はこのシートにくっついている部分ですね。これが外側になるように巻いていきます。巻く用の紙ですね。これは手前ちょっと残るようにして乗せていきます。で、破れないようにひっくり返していきましょう。一気にドンとひっくり返すと破けにくいです。タオルだったりとか、あと汁パッドとかですね、そういったものの上でやると滑りにくくてやりやすいです。で、チョコレートクリームを伸ばしていきましょう。これはカードでもパレットナイフでも何でも OK です。結構甘いので、中少なめにしておきますね。しっかりと均一になるように伸ばしてあげてください。できたらいよいよ巻いていきます。手前のところですね、まずは芯を作っていきましょう。ここを芯にしてぐるぐるっと巻いていきます。綿棒なんかを使うととてもやりやすいです。長い定規とかでも OK です。ここはぐっと潰しちゃっても大丈夫です。で、これを芯に最初はちょっと慎重にやっていきましょう。ここちゃんと一番最初が丸っこくなってるかどうかがポイントですね。こうしっかり丸くクリームとくっつけるようにして、あとはもう上の前の方にですね、転がしていくだけで OK です。こんな感じですね。できたらそのままぐるーっとして、で、奥のこの紙、下の方ですね、押さえて、ぐーっと手前に引っ張って締めていきます。この時に全部の幅が均一になるように気をつけてください。この締め方が下手くそだと、右がちょっと太っちょで、左がすごい細っちょいとか、そういう形になっちゃうので気をつけてください。で、しっかりと巻きつければ OK です。で、側面からクリームとかはみ出している場合はちょっときれいに整えましょう。こう切り落としちゃうのでどっちでも大丈夫です。で、またしっかりとくるんで冷蔵庫にしまっておきます。で、しまうときは閉じ目を下ですね。生地の一番最後の部分が下になるように。上に来ちゃってるとそこがちょっと平らになって汚くなってしまうので、必ずそこが下になるようにしておきましょう。で、しっかりと冷蔵庫で固まるまで冷やしていきます。バタークリームは冷蔵庫に入れておけばしっかりと硬くなります。バタークリームが固まったら生地を切っていきましょう。いよいよブッシュドノエルの形にしますね。ブッシュドノエルは切り株のお菓子です。なのでこのぐるぐるに巻いたロールケーキの断面が切り株のような形なのでブッシュドノエルっていう風に言います。もちろん生クリームとかでもできるんですけど、バタークリームでやると仕上げもとっても綺麗に仕上がるのでぜひやってみてください。断面が綺麗に見えるところまで切っていきます。この端っこは食べちゃいましょう。これ味見です。で、ここはお好みなんですが、6センチ、7センチぐらいですね。切って、これ切り株の上の部分ですね。上に乗っける方の部分になります。ここはめちゃめちゃ長い方がいいかちっちゃい方がいいかは自分のデザインのお好みで決めて OK です。で、下の方の生地にクリームをたっぷり塗っていきます。これパレットナイフで伸ばしていきましょう。今回はフォークで仕上げていきます。これパレットナイフで全部こう綺麗に線をつけてもいいですし、フォークでやってもいいですし、なんかカードとか使ってもいいですし、つるっとさせてもいいですし、何でも OK です。もう好きなデザインで OK なんですけど、今日はド定番ですね。フォークで全部線をつけるっていうのでやっていきます。なので、ある程度まんべんなく全体にクリームが塗れれば OK です。ちょっと多すぎるところがあると汚くなるので気をつけてください。クリームが塗れたらフォークで線をつけていきます。ちょっとだけむにゃむにゃっとやりながら線をつけていくと木っぽく見えます。お好みですね。ぐるぐる巻いたりとかしてもいいですし、まっすぐにしても OK です。こんな感じですね。ちょっと荒々しい木のような感じになりました。
そして上を合体させましょう。しっかりクリームにくっつけていきます。そしてここの上の部分にもクリームを塗っていきましょう。こちらもなんとなく均一にですね、コロコロ下に転がさないように気をつけてください。このくっつけるところですね、そこはしっかりちょっと補強するような感じでやっていきましょう。できたらこちらもフォークで線をつけていきます。もう簡単なのに結構めちゃめちゃ切り株に見えますよね。そしてここの断面のところですね、ここはぐるぐるを描いたりとかチョコを貼り付けたりしてもいいんですが、今回は白いバタークリームで断面を作っていきます。ちょっと線引いてもよかったんですけど、なんか可愛くなくなっちゃうんですよね。なので、こんな感じで白いので丸くやって、その上に茶色いクリームを少しだけつけてぐるぐるっと線を引いていきます。ちょっとマーブル模様っぽくしますね。これでちょっと断面を演出しました。何でもお好みで OK なんですけど、なんかただ線引くと可愛く見えないのでこうしてます。今回はちょっとど定番な感じなのでツタとか描いていきましょう。葉っぱの絞りをしていきます。こんな感じで先っちょをこう2箇所ですね、切ってあげるとここが葉っぱみたいになります。いちごを並べてツタを絞って葉っぱを絞っていきます。ツタはこうただ細く作ったコルネですね。それでぐるぐるっと絞るだけで OK です。こうやってツタを絞っただけですごくなんか昭和のブッシュドノエルっていう感じがして美味しそうに見えますよね。レトロ感がとてもいい感じになってます。で、葉っぱは今こう真ん中のところ2箇所切ってるんですけど、ちょっとこうむにゃむにゃっと手を振動させながら絞っていくと葉っぱっぽく出てきます。なんかちょっと葉っぱっぽくないですか？で、こう先っちょはちょんと力を抜いて引っ張っていくような感じですね。こんな感じです。お好みの数絞っていきましょう。そして最後にクリスマスを刺していきます。これさえあればクリスマスですね。最後までご覧いただきありがとうございました。お家でもこんなに本格的なブッシュドノエルが作れちゃいます。クリスマスはぜひ手作りケーキでお祝いしてくださいね。